こんにちは。ジェンジー VST1 LCK プレイオフ準決勝。勝った方が決勝行き、世界大会も決まるらしい。勝った方は決勝も行けるし、世界大会も決まる。なぜ2回行った？大事だからだ。ジェンジーブルーサイド、セジュワニファースト、 T1 ザヤアジール、ジャックスタリア。はあ、チョビーのタリア。確かにアジールに対してタリアってのはあったようななかったような。俺が最後に見たタリアはルビーだったような。チョビー、ルビー、ポビー、ペーカーのアジール、でレル、ジャングルかサポートかフレックス、最近はジャングルが多い。レルで T1 はですね、フェイカーが1ヶ月間離脱してトータル8試合新人のポビーさんでやって1勝7敗。ポビーも正直そんな悪くなかった。ポビーは引っかかる時まであったけど連戦はすごいうまかったし、周りのレベルがね、なんかゼウス、オーナー、ケリアとか壊れてて、グマイシもそうなのかな。ちょっとグマイシはなんか1人でキャリーしてるって聞いてたけど、俺も見たけど4シリーズぐらいポビーさん悪くなかったよ。ただフェイカー帰ってきたらやっぱみんなね、ショットコールなのかフェイカーの何かがあるんだろうね。逆になんか周りがみんな強くなってる。 KT も倒したしな。17勝1敗の KT を。おい KT がよ HLE と T1 どっち選ぶって言われて、ああ T1 選ぶわ負けて、で昨日 HLE 対 GENG は HLE が 3-0 で GENG にボコられ、でもお笑いって聞いたわ。どっちもひどかったって聞いた。 HLE がマジでひどかったって聞きましたよ。 GENG もちょっとパフォーマンス落ちてるみたいです。 T1 は逆にフェイカー帰ってきてからもどんどん上がってる。やっぱ主人公で、ジェンジをここでアフェリオスとルル、得意のペイズのアフェリオス。ナーフはされてるけどね、アフェリオス。ルルもナーフされてるよ。でアリスター、うわケリアのアリスターよくバンされてたわ。こいつプレイメーカーすぎてな、うまいんだよなアリスター。Q フラッシュとか W で弾いたりとか、状況に応じてねアリスターを使える人だったらすごいうまいぞ。でオーン、ゼウス、オーン、ゼウスのランブルが見たかったけどな、あの金をボッコボコにしたランブル。こんにちは。 T1vs ジェンジ始まりました。構成はちょっとダメージがね T1 どうなるんだろう。グマヨシ得意のザヤ、フェイカー得意のアジール。アジールは最近ナシャーストゥースを積むビルドで DPS は高くなってるかな。トータルダメージはもともとバースト型だったけど、でもダメージはなんかジェンジがすごい高いね。ジャックス、タリア、アフェリオス、しかもルルがついてる。どっちが有利なんだろう。なんとも言えねえ。前線で見るとオーン対ジャックスどうだろうな。ゼウスでもオーン超強いからな。レベル6になる瞬間にオールインかけてソロキルとかも何回も見せてるしね。ドラン、ジャックス12勝0敗。もしかしてドラン強い？グラガスだけじゃないの。No, I mean absolutely. GENG have winning lanes across the board. Like the Azir doesn't ジャックス得意なんだ。楽しみじゃん。ジャックスもともと連戦弱かったけど、こいつ連戦弱くねえからな。最近ライオットさ、チャンピオンの弱点を補うよね。こいつレートゲーム強い代わりに序盤弱いっていうチャンピオンがさ、序盤バフされたりとかしてるから、本当オールラウンダージャックス。
ずっと強い。序盤ちょっと弱いかもだけど。逆差使えるんだったら本当強いチャンプだと思う今。うわケリアが合わせた。レールが来てる。これは切るでしょう。おお急フラッシュ、どっちもフラッシュで避けやがった。避ける避ける。でも味方のジャングラーが来るまで耐えられるかペイズ。うまかったけどね。うわでも本当に完璧だったね。アリスタが一旦弾く。いけるか。ダメージが足りるか。ルルが殴る。でも逆にルルが前行き過ぎたか。どうだ。引っ張って切る。ソロキル。ああボトムで2キルチーム。これがフェイカーの力。周りが強くなる。ポピーは今からお前そこのキーボード拾ってポーズかけてキーボードでチームメイト殴っても許されるぜ。ふざけんなって話だよな。17歳でフェイカーが故障したから突然出てきていきなり LCK デビューして自分は連戦めっちゃうまくやってんのに周りがバタ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 ファッキン負けてなんか俺が悪いみたいな感じになってな。キーボードでフェイカー以外の顔面ぶん殴っても許されるぜ。ほんとふざけんなよ。なんでポビーがいる時にこれやらねえんだよ。And his sacrifice ends up paying off in big dividends there on the bottom side. A kill and an assist going over to the Xayah in the early game is fantastic news for T1. Yeah, absolutely. I mean, you're never going to expect the Rel to go topside clear into bot. Now you いやーこのフラッシュのエンゲージえぐいね。でも9フラッシュどっちも2人とも避けるのえぐかったな。ジェンジーもできる限りのことはしたね。アリスタの W フラッシュはもう避けられん。トップでは今タリアがロームしてたみたいですね。オーンがフラッシュアウトしました。デライとルルがちょっと欲張ってやられた。And unfortunately, Peanut just a little bit behind on this play. A rarity for GENG's jungler here, but just didn't see it coming. Tried to push that maximum advantage across. GENG はさ、昨日 HLI って 3-0 で勝ったけど、よくなかったんだ。調子は落としてきてんだね。どこが落としてきてるんだろう。最近見てないからさ、コメントで助けてくんね。何が起きた？To get in a very nice lead. Now, this lane doesn't change too much, even though the summoner advantage is pretty heavily into the side of T1. トップはイーブン、ミッドもイーブン、ボトムは CS ではアフェが勝ってるね。ブロー相手も 0-2 で負けた。マジブローって下位チームじゃなかったっけ。おフェイカープレイメーカー。おいやっぱフェイカーのアジールなんだよな。いとも簡単に決めるよね。俺大人になったわ。どっかの誰かさんのアジールと比べるところだった。危ねえ。大人になりました俺も。ケリーあなたも今のプレッシャーを与えていく。ドラゴンはさすがに取れない。ワードに移っている。もうジェンジーが代わりにリーシュしてもらってドラゴンは取ります。ワンドラゲット、しかもインファーナルだから後半響いてくるよ。火力高い構成だし。Nearly under his turret, you're just not going to get away from level 6 Azir and level 3 plus Rel from the jungle, right? So it's just insane, and Chovy basically has to. タリアは事前にレゴを引かないと入ってこられちゃうね。ベタ足ではあるから。集団戦とかでレルがなんだレゴ岩を引いとけば敵がブリンクするときにスタンかかるから、レル相手も強いしアリスタ相手もいいしアジール相手も刺さるっていうことでピックなんだろうね。ちょくちょく選ばれてたよなアジール相手に。でもタリアむずいからね。うまく使えてる人が少ないけど。中国チームは確かうまく使ってた記憶があるな、誰か一人。MSI で。But I mean, it's the first Herald Ornn fight, you know, that we've seen so many times go well for the Ornn team because Ornhorn is so strong at warping those fights. Emperor's Divide also back up here for Faker.
And it's going to be hard for GENG to contest this objective, but I think simply put, they probably won't. Yeah, might just let it go. You got the Infernal Drake, just kind of settle things down as おっと孤立してるグマヨシ、グラビタムがあるからスネア食らうぞ。クレンズ生き残るけど HP がかなり削られた。ヘラルドのタイミング、このタイミングでサポートもトップに行くことが多いんですけど、ルルの場合はエンチャンターの場合は行きませんね。でアリスターが行くことも可能だけど、アリスターが行っちゃうとこれはもうアフェリオスじゃなくてなんだ、ザヤがファーム食えなくなっちゃうから行くのやめるね。だからお互いにヘラルドいかん。Really just not able to regain control of the mid lane here anytime soon. There's always a threat of Carrier being nearby. レル見つけたから逆にジェンジーがヘラルドを触る。アリスターが急いで上がってきてるぞ。ルルは上がってきてない。フラッシュを持ってるからここは離脱する。レルもウルトないから集団戦は戦えないんじゃないか。戦うのか ?T は行くのか。うわーうまい超ビー超ビーヘラルド取った、逃げれる。うわーこれ超ビーのウルト、まあ、正直ウルト引くだけなんだけど、ウルトすら引けねえやついたからな。誰とは言わんが。ごめん、なんかちょっと盛り上がりすぎたわ。ここ最近のタリアの印象悪すぎて。For one of these solo laners very likely here, or they could just drop it bottom side and try to push FaZe's advantage there. But it's really important that GENG don't lose this objective, because otherwise you're looking at T1 really just pushing that gold lead even further, and Faker having probably just guaranteed money there. In terms of the scaling aspects of these comps, both comps scale kind of differently. T1 強いじゃん。 Ornaments are going to be really valuable later on in the game for some additional stats for Faker and for Guma for the damage. The side lane threat though is something they will have to deal with, and even though Doran hasn't gotten massive advantages here in this lane, he's still Jax. He's still naturally going to be stronger and way more relevant later. So that's the one point of attack T1 hasn't found. They got the success in mid, they got those kills bottom side, but this Jax is still a problem they need to solve. ルルは孤立してる。逃げれるか。ルルは逃げた。フェイカーが HP 削られてる。ルルを倒しきれなかったね。フェイカー TP はあります。T1 will lose out on what was an attempted pick there on the Lulu. まあペイズのアフェリオスは怖えな。ルルもいるし。Still a calm and collected early game here in terms of GENG's gold. でも機動力はないからね。フェイカーのアジールが、そしてオーンのアルティメットで捕まえられるかどうか。If he does get caught a second time, I don't think he's going home. It's not the way he wants. どっちも集団戦強そうな構成。A little bit late for that at this point, but still. And Peanut farming up very nicely in this game. You know, he wasn't able to help out either of the lanes in this case, as Say was just pushing the lane here. ウェーブクリア用だったわ。うまくクリアできてなかったけど。But besides that, Peanut has been able to farm up very nicely, picks up both objectives. And it's not that, okay, Peanuts in your face all the time, kind of counter. アリスター狙われる。アリスターウルトは切ったが、いて。ああ、ポリモーフのタイミング完璧。打ち上げられなかった。うめえ、ポリモーフのタイミング。おお、レルが今度は逃げられねえ。どうなる。ザヤが倒す。やるね、ジェンジ。アリスターが来るの待ってたね。で、ボトムに圧力かけて、ボトムのタワーをアフェリオス一人に渡す。ヘラルドもぶつける。あれこれもうジェンジゴールド追いついてきて、いや、逆転してるじゃん。かあ、やっぱジェンジも強いな。敵が来るの先読みしてたね。当てる。これ後ろにジャンカラがいるのか。いったうめえピーナッツ。冷静に決める。スキル全部当てるね、ジェンジ。フェイカーフラッシュずっと持ってなかったっけ。
まだまだここで死ぬことによって手首休められるからワースか。まだ完治はしてねえからな、フェイカー。ワードに移ってる。相手が油断して帰ってきたところを狙ってるんだけど、ワードに移ってますよ。これタリアウルトあるよ。これ地獄だぞ。ここで終わる可能性がある。でもスキルは結構うまく避けてる。ケリアは待ち伏せて後ろから誰を飛ばす。アフェリウスを飛ばすけどアフェリウスフラッシュで反応。オンも帰ってくる。誰も死なねえ。フェイカー1人ぬくぬくとファームができるからファッキンワース。Yeah, big commitment there from T1 and GENG read it well. They have the ward there. Try to send Pays forward to bait T1 into the engage. 誰も死なねえのか。Punish there with the Weaver's wall, but T1 also then realized, okay, this doesn't make sense. Why is Pays あ、で walking も up 超 like ビー this も with テレ no ポートで vision? ミッドファー They ム don't 戻り take ま the す。 bait, and they're able で to も get ゴール out ド of the area. GENG が逆転したね。 Death プラス here. ドラゴンも取ってる。T1 はドラゴン捨ててゴールド有利だったんだけど。 Up in this lane, doesn't have a ward in the river, and Peanut just waits it out till the shove comes through. His ultimate, as you were mentioning, was also coming back up, but he won't end up ultimately needing it here because he's able to sidestep the Emperor's Divide. And Faker has pushed this Azir in lane so many times here in playoffs. Like he's always まあでも trying to どっ get ちみち死んでたのかな。 that T1 are behind on a フェイカーがフラッシュしてもセジャもフラッシュ持ってたし。 GENG now, as you can see, with this gold graph taking タリアのスキル食らった瞬間終わったね。 with a 2-Drake advantage here as well. It's 2-Drake advantage and it's Cloud Soul, which, you know, some people would say, oh, it sucks. あれタリアのさレゴが引かれてるからブリンクできなかったんだろうけど、あれブリンクって一応できるよね。スタン食らうけどブリンクし終わった後にスタン食らうのかな。どうだったっけ。ブリンク止まらないよね。止まるっけ。 Can get very huge, even in the jungle. You know, the rift that we have here, everybody's going to be really fast. And I think that's going to be really nice to the side of GENG. Yeah, with the Talia especially, you know, I mean, the fact that they have the side lane pressure and the ability to rotate up to protect it so quickly is fantastic, because T1 do have some control of the top side of the map here. Faker has been pushed into that lane. It's going to be a trade here of this turret for the Herald. And that's, of course, the first turret of the game going over to GENG. Keria may be forced to ult. He does. There it is. おお、アリスターまたウルト使わされた。これがないと集団戦できないぞ、アリスター。タリア動くね。トップ捨ててもうボトムカバーしてた、ジャックスのために。またヘラルドの瞳。またではないか。ヘラルドの瞳取ったのは T1。Yeah, they denied the eye from him. He is able to pick up local gold and escape with his life. だっけど回収しに行くの。わお、ダムソン。わお、素晴らしい。お前らダメージいねえじゃんと。うまっ。かっけー。ワードに映っててもなお突っ込むのいいね。ラッシュのリーシンみたい。敵とすれ違ってんのにトップギャンク刺しに行ってぶっ殺すやつたわしたで。今ので分かる人はすごいけど、俺の今の説明で分かる人は。This game is just filled with action, and both of these teams relentless in their punishes of even one overextension, even one misstep. Thought that eye was secured. You thought you denied it. Nope. Owner's making the play on that one. Chovy says, "Oh, they've got to be leaving the area now. They secured the eye." And then, nope, they didn't. And Keria makes the play happen there. And his Alistar has just been honestly phenomenal. I think it's been a pick that he's been so good at here in playoffs and at the end of regular season as well. アジールってキャラむずいですか。むずいね。うまいやつと下手なやつの差はすごいね。でも今めっちゃ強い。バカみたいに強い。おーシェット。食べられない可能性も。食べはした。And he just tells Faker to get out. I love the comms he refers to Faker as Hyung. He's just like, get out Hyung, which is the term for older brother. He's also like cursing the whole time. 決めた。 Not like a heavy one, but you know. やっぱアジールだからプレイメイクできるね。やれることが多いわアジール。
but Owner kind of gets away with it. He does lose his flash for the next 5 minutes, so that does mean potential engage is going to アジール今回は仮面だ。 I mean, he has Hex Flash. It's not the 最 end of the 近 world. They've クラウン got が set up 多い with んだ this けど。 Ornn too, so he should be able to get in position for that Magnet Storm. So I don't think it's going to end up impacting T1 too. タンクが多いならわかるけど、セジワに1人。 Let's see though, because this Drake is now spawning here. It does have the Magnet Storm coming up in just a moment here. T1 will have to delay this if they want to contest. And see the teleport coming through. They've got that Rift Trail. I mean, this is super valuable. This is why he went for this attempt to pick up the eye. It's going to give them a little bit of prio here. Zeus ぶつけられるか？ angle when he rotates in. 止まったぞ。あ、ミニオンがいるからか。ぶつけたいぶつけたいぶつけたい T1。ぶつかりそうださすがに。ぶつかった。でこれでけえ。でサンドラは阻止したい T1。ゴールドはイーブン。デッドイーブンです。全く一緒。どうなる？ジャックスの HP は少ないぞ。テレポートも使ってるし。触るのは T1 だ。セジョアニのウルト外れる。プロも結構外すよなこれ。アフェのウルトも外した。これはもう逃げたい。フェイカー入る。入ったけど死んだぞ。セジはタンク持ってきて死んだぞフェイカー。でもその間に味方が決めるけどアジール何もせずに死んだからね。軽く足りなくてちょっと終わってんね。でも2-2交換だそれでも。Yeah, it should be. They don't have a jungler right now, but they do have tons of damage here on this Aphelios, and he's got the support of Doran here, so they're going to be able to get this done. Looks like Faker just dashing. ドラゴン取ったのはジェンジーか。いや今のプレーはかなり悪かったね。これ正直ジェンジーは諦めたのよファイトを。あ無理だと。ウルト2つ外した。やべえ無理。だけど T1 はドラゴン取らずに深追いしたわけ。あこれキルまで行こうぜ。キル取ってからドラゴンよく出して終わった。うわこれドラゴン 100% 取れたのにね。ジェンジーは諦めたのね。フェイカーがミスってくれたから。だからキルも取れたし、2-2交換だけどドラゴンも取れた。まあアフェリオスが反応したか。フェイカーがフラッシュアルティメットで正直セジじゃなくてアフェリオス狙ったんよ。でもアフェリオスもフラッシュがあるから正直反応できるよね。アフェがフラッシュないという情報があったんだったら別だけど、さすがに相手フラッシュ持ってるのにその狙いはリスペクトがないね。gotten a lot of kills, but he has like 150 CS, so he's got a lot of items. He is really tanky, and you know that's not really the target. So at the end of the day, フェイカーこのプレイスタイルでいくとダメージ足りないと思うけどな。Staying alive on the side of GENG is going to be a big boon to them. Now, Guma did get a couple more of those kills, so he's feeling pretty good himself. In terms of carry potential. Yeah, I feel like there's タンク3体だからね。アジールはもちろん敵のバックラインに2人ぐらいに2人3人とかウルト当てられるんだったらウルト当てに行ってもいいと思うんだけど、11交換とかアジールがその後死んじゃったら火力が足りないな。A Jax that's been uncontested in lane, a Taliyah that is starting to get pretty big here, and we'll have Void Staff second, so he's going to be hurting a lot when he does finally come into these team fights. I do worry for T1, but all it's going to take is one Baron turn, right? And right now, this is like trademark T1. We got T1 一旦バロン触って様子見る作戦だ。アジール後ろからバロンの後ろからバロンを叩くことができるぞ。でもこれは戦いに行くだろうな。エンゲージ失敗。うわこれジャックスがやべえスタンからアペリオド。おおWhat the fuck なんだ今のエンゲージ。レルのエンゲージが惜しくもなかったわ。反転を狙ったけどちょっとバレバレすぎたな今のは。フェイカー一応止めに行くけど止めれるか。 HP が見えない。 HP 無理だねこれはさすがにフェイカーでも。うわ逆にフェイカー死ぬんじゃねえかこれ。離脱。レゴは引かなかった。これレゴ。おーっとアリスターが守る。代わりに死ぬ。Faker will get away, but GENG, they are going to burst into the lead after this. I mean, this is almost the beginning of the end here with this amount of control out on the map. Remember, they do have Soul Point now.
セットアップができてないのにバロン触ってる。ワードもしっかりできてねえのにサイドの管理もできてないし、なんだこれ。謎バロン、ガチの謎バロン。いやーでもチョビースキル全部当てるな。そうか、チョビーのあれノックバックでレゴが消えてたからスタン食らわなかったんだ、フリンクで。Yeah, I think Faker oftentimes is riding the line of, you know, was this a great play or was this just a total fail? That one definitely a total fail. Definitely not the position to go in there. And I think T1 is playing this game and those two Baron decisions, right, to start the Baron and to contest it there by Faker, is T1 basically playing this game as if it's already a loss. So like, well, we'll just see if we can make a miracle. ドランうまっ。 The game is lost, and it's something we've criticized a lot of our LCK teams for, and even yesterday we saw it as well with On Life in that first game. If you don't do anything, you 100% lose. And, you know, they tried, they have good turn, but GENG just outplayed them in the... フェイカーナッシャーは出たね。4ドラの戦いが40秒後。バロンバフが残ってる状態だから厳しいぞ、T1。一旦トップタワー捨てる、守りきれない。Yeah, I think T1 they were a bit rushed, but I think forcing GENG into a 5v5 on the Baron was all right. It's just the turn was pretty. It was abysmal. It was abysmal, right? So the execution out there, I think the call is fine. Maybe a little bit fast. おお、レベル低いな。まだレベル13だぞ。ジャックスレベル15。オンアイテムアップグレード1人にしかできないじゃん。いや、13で自分か。味方にアップグレードできないね。4ドラのタイミングで。まずいぞ T1。ゴールドも4000ゴールド負けてる。うわー、これ引っかかったら終わる。ああ、無理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 。終わり終わり。ドラゴンギブです。いやー、チョビ決めまくるなー、地味に。視界のセットアップがGENG丁寧でうまい。視界を取り返すところを狙ってる相手を。ジャックスもう止まらん。こいつめっちゃファーム取ってる。It's just grasping at straws here, as you're never going to have map control ever again to set up for those engages. The only way they could have set up for a turn was Baron. They lost that opportunity. ミニオン必要ねえのかよ。アフェリオスのタレットがミニオン扱いになってタワー柔らかくなったりとかするのかな。当てる。うめえ。うんま。グマヨシウルト持ってなかったっけ。反応できなかったね。うんめえ。セジュアニのスタイルポイントエグい。お、ジャックスハロバケモンだろ、なんだあいつ。死んでねえぞジャックス。タワーショット4発5発食らって。What the fuck。あ、死んだわ。おい、ジェンジクソ強えじゃねえか。でも大丈夫。KT を倒したチームだ T1 も。初戦は T1 もボコられた。まだ終わってねえし。なんだよ、HLE 相手にお笑いしたって聞いたぞ。パフォーマンス落としてたって聞いたんだけどな。HLE がそれ以上にひどすぎてGENGにアリを狙ってたっぽいんだけどザヤに当たったみたいだね。アリ見といてって言ってたけど。But owner gets taken out as a result of it. Faker is isolated. There's just too much GENG here, too much gold. 俺ゼウスのタンク見たくねえよ。You know, they're really trying to do some mental damage, perhaps. You know, they could have easily just said. おい、タンクやるのはドランだろ。ゼウス思い出せ。Push side lanes, let's 1-3-1. You know, but instead they just group up as 5. They look for the very tricky kind of engage there onto the Xayah. They capture. Oh, Owner might just die here. I mean, he has flash, but he will be forced to use it. Oh my god. Oh, but the blast cone kind of trolling phase, but I don't think that GENG really care at this point, as Doran will have to use his stopwatch as he bumps the head. But the push just continues, and GENG are bumping T1 on the head. They really are. I mean, this is just
business as usual with this kind of a lead. And what we were talking about before is GENG just, they don't mess these up. You know, they don't make mistakes in the late game when they have advantages like this. They are oppressive, and they will find opportunities. And as T1, you know, based on those calls we saw earlier, I think that they knew that this game was probably done. They made a few attempts to have miracles happen on that Baron, but they will come up empty. And while the Nexus still stands, this one is definitely looking like a GENG win here at the beginning of this series. 9000ゴールド差4ドラ逆転要素あるのか T1 No flash here for owner, and they might just bide their time. No, they're just going to rotate into mid. And again, GENG just as 5. They're not even giving Doran a chance to side lane even with the teleport. There is a Baron here. So 前に出てきてるからもう入っていこうという判断だね。判断が早えや。ブルトリで確認して、おちょっと前出てきてんじゃん、戦おうぜって。バロンじゃなくて。おい、ドランがもう一人でフェイカー縛めまくって、うわー、足速え。クラウドソウルだから足速え。入って出て入って出てを繰り返す。ジャックスにクラウドは犯罪だ。強すぎる。うめえじゃん、GENG。なんだこれ。やっぱジャックス使えるやつはジャックス使った方がいいよな。こいつ化け物だわ。カウンターというカウンターも存在しないし。It was a pretty impressive game from GENG. It was definitely a little bit of mental damage potentially, as you mentioned here. GENG just making it look easy. GG。初戦はね、GENG が取りました。いや、序盤勝ってたんだけどな、T1 も。3つ目のドラゴンも取れたのにフェイカーやらかしちゃったね。プラスそこからバロンで自滅した。Eventually suffer.